皆さんこんにちは。東京ベジライフです。今日は私が飼っているオフィスペットをご紹介したいと思います。クッキングスタジオの方で飼っているペットなので、オフィスペットというかスタジオペットですかね。なんですけど、この箱の中で飼っていて、で、ふわふわした可愛い動物とかではなくて、ミミズを飼っています。ミミズですね。はい。ミミズ1匹だけじゃなくてたくさん何匹も飼っていて、で私は総称してミミズと呼んで可愛がって育てているんですけど、なんでミミズを飼っているかっていうと、前の動画で、ゴミを減らす20のアイディアということでご紹介させていただいたんですけど、結構私ガチにというか本気でゴミを減らそうとしていて、で燃えるゴミ、自分が出してる燃えるゴミっていうのを確認してみたら、やっぱりその大半が生ゴミだったんですよね。でその生ゴミをどうにかして減らせないかということで、冷凍野菜をうまく使ったりとか、あと、皮をなるべく食べるようにしたりとか、無駄を減らすっていうのでかなり野菜を捨てる量っていうのは減らせたんですけど、それでもやっぱり食べられない部分とかどうしてもあるので、それで何かできないかなと思って、でいろいろ検索していたらコンポストっていう方法にたどり着いて、で欧米では結構そのコミュニティコンポストって言って、家庭から出るその生ゴミとかを持っていけるところがあって、でコンポストしてくれるところがあるらしいんですけど、日本ではというか東京ではそういうのは聞いたことがないので、家庭で、比較的簡単にできるコンポストっていうことで、ミミズコンポストっていうのに出会いました。でただ日本語でその情報っていうのはあまりなくって、でいろいろ検索はしてたんですけど、で英語の情報は結構あったので、その情報をもとにミミズコンポストっていうのを始めました。ただやっぱり英語の情報っていうのは欧米の動画とかブログとかなので、欧米のなんていうんですかね、ライフスタイルって全然違って、大きなお家があって庭があって、で結構皆さん庭にボーンってコンポストボックスを置いて作っていたりとか、あとその穴をこう電動ドリルでガーってDIY 的に開けたりとか、なんていうんですかね、結構ワイルドな感じでやってらっしゃるので、東京っていうシティリビングに、うまくそういうコンポストを取り入れられる方法はないかなっていうことで、実験的にというか試験的にやっています。じゃあそのミミズコンポストって何なのっていうところなんですけど、生ゴミ、くず野菜ですねをミミズくんに食べてもらって、でミミズくんがその体内でこう処理をして出てきた糞が堆肥になって、その堆肥が土に帰っていくっていう、そういうものになるんですけど、でミミズの堆肥って普通に市販されていて、ネットでは結構いいお値段がついているものなんですけど、そういう感じで循環させる、コンポストの方法になります。うちにミミズが来たのが1ヶ月前くらいなので、私も全然始めたばかりで全然エキスパートとは言えないんですけど、今結構うまくとりあえずいってるかなと思うので、その状況をお話しさせていただければなと思うんですけど、ミミズとかちょっと苦手な方とか絶対いると思うので、動画の途中でいきなり画面いっぱいにミミズが動いてる動画が出てきたりとかはしないので、安心して見ていただければと思います。でミミズコンポストの始め方なんですけど、コンポスト用の箱、ボックスっていうのが売ってるので、それを買ってもらってもいいんですけど、私の場合はあんまり新しいものをいろいろ買いたくないなと思ったので、家にあった容器を使って作っています。家にあった IKEA の収納ボックスを使っていきます。で、この大きな収納ボックスを2つ重ねて使っていくんですけど、
上の方のボックスですね、こちらに、ミミズを入れてきます。でこういった蓋がもともとついてる収納ボックスなんですけど、この蓋の穴の部分の穴が大きすぎるので、100円ショップで売ってるお鍋の蓋につけるものなんですけど、これとあと裏側に、これはなんか野菜かなんかが入ってたプラスチックなんですけど、これを一緒につけて穴を塞いでこう取っ手をつけてます。でこの容器の中は、換気口ですね。換気口をこちらのキリを使って穴を全体的にバーって開けてます。でくず野菜とか入れていくんですけど、やっぱ水分がいっぱいあるので、水分がちゃんと排出されるように、そこに排出口をいっぱい同じくキリで開けてます。でここから水分が出てくるのをキャッチするのに、こちらのもう一つ同じ収納ボックスを使っていくんですけど、このままこうやってやってしまうと、こう空気口が全部塞がってしまって、ここの底のスペースもあんまりないっていう状況なので、ここに、少しこう要は持ち上げたいんですね。持ち上げたいので、これは名刺入れの箱ですね。名刺入れの箱、余ってるものを、この間にこうやって挟んでしまうだけなんですけど、これを両側に挟んで、これで空気口がちゃんと出ますし、あとそこにちゃんと水分がたまるスペースができるので、こういったセットアップになります。でミミズは光を嫌がるので、本当だったらもっと透明じゃない、全然透明じゃない容器の方がいいんですけど、家にあった容器が半透明なものしかなかったので、こちらを、家の中の、日が当たらないところで、たまにしか電気をつけないところがあるので、そこに置いて、でしかも段ボールの中に入れて、完全に光が入らないようにしようと思います。であとはミミズを入居させるんですけど、このセットアップは本当に一番多分シンプルなやり方で、なんか2階建てとかにしてミミズが上から下にこう行けるようにする。で堆肥ができたら下の方に落ちていくような感じにする作りもあるみたいなんですけど、ちょっと最初初めてっていうこともあるので、今回はワンルームアパート的な感じの作りにしました。まず最初に下にこう土を入れていくんですけど、土はヤシの茶色い部分、ヤシココナッツピートっていうんですかねが、原料になっている土を使うんですけど、なんかブロックタイプで、乾燥しているものが売っていて、で一晩水につけておくとこういう感じで土になるので、これをそこに敷いていきます。でどれくらい敷くのかっていうのはちょっとまず初めてなもんなんで分かんないんですけど、とりあえず、そこが見えなくなるぐらい入れてってみようかなと思います。一応詳細欄にリンクを貼っておきますが、この土は私はオンラインで買ったんですけど、100円ショップでも売ってるので、それでも多分大丈夫だと思います。でミミズはどんな種類でもいいわけではなくて、この、クマ太郎っていう釣りの餌用ですねに売ってる
ミミズを使うんですけど、これはもう本当、オンラインでも売ってるんですけど、私は釣り具屋さんに行って買ってきて、釣りの餌になっちゃうところだったのを、レスキューしてきて、彼らは食べ放題パラダイスにこれから住むことになるので、こういった砂みたいな中にミミズも入ってるんですけど、これを、今日一応2箱用意してます。で、そうだ、ミミズを入れる前に一応重さを測ります。で、これからどんどん増えていくと思うんですけど、一応ミミズが食べられる量、1日に食べられる量が彼らの重さの半分らしいので、それを目安に、餌の量を調整していきたいなと思うので、まず重さをちょっと測ります。で、重さは合わせて 173g ですね。ただ砂とかも入ってるので、どれくらいですかね、150g ぐらいなのかな、わかんないですけど、それがスターティングの、ミミズの重さになります。で、これをちょっとワンコーナーに置いてあげます。で、あとは新聞紙をシュレッダーにかけたものを敷いてもいいですし、あと段ボール箱を細かく切ったものを上に乗せてもいいですし、私はこの麻袋ですね、これも100円ショップで買ってきたんですけど、これを上に敷いてこんな感じでやっていこうと思います。蓋をしてで様子を見たいと思います。で、餌のやり方なんですけど、私はこういった、箱の中にお料理をしてる時とかに出たくず野菜っていうのを貯めていて、で今結構もういっぱいになってるんですけど、こういう感じでいっぱいになったら、ジューサーブレンダーですね、ブレンダーでスムージー状にして、でそれを製氷機に入れて冷凍保存しています。で、ミミズにご飯をあげるときにその冷凍したものを解凍して、で、マッシュ状っていうんですかね、ペースト状にしたものを餌としてあげています。で、ミミズにあげられるものとしては、基本的にはミミズは私と同じでビーガンなので、本当野菜は全部大丈夫ですし、ただ玉ねぎとか、あと柑橘類、レモンとかオレンジとかはあんまり良くないらしいので、それ以外の野菜であれば何でもいいですし、あと紙類も大丈夫ですね。紙類と、あと、お茶の葉とかコーヒーの出し殻とかも全然 OK ですし、こういう髪の毛とかも入れても大丈夫です。で、餌のやり方っていうのは本当にいろいろなやり方が紹介されていて、これが正解っていうのは多分ないと思うんですけど、やっぱりミミズ基本的にお口がすごい小さいので、細かく野菜を切ってもどうしても食べて消化するのに時間かかってしまうというところがあるので、私はスムージー状にしてであげているんですけど、であげる頻度とかも本当に人それぞれで、いろんなもう1週間に1回バンってあげればいいとか、毎日ちょっとずつあげた方がいいとか、いろんな方法がネットでは紹介されているんですけど、私がやっている方法としては、フレッシュな餌をあげてもすぐにミミズは食べてくれないので、1日とか2日経って熟成されてというか、少し腐り始めた頃がミミズにとって食べ頃なので、私は2つ餌をあげるスポットを決めていて、で、最初のスポットに餌をあげてから1日とか2日経って次のスポットに餌をあげるんですけど、最初のスポットの餌が
熟成されて食べ頃になって、でミミズがこう食べ始めた頃に食べ始めて、その間に次のスポットの方でこう熟成されているので、最初のスポットのものが完全に消化されて、ミミズたちが次のスポットに動いていくと、ちょうど、熟成された餌が待っているっていう状況で、そういった感じで時間差で熟成させているので、常に食べ頃の餌があるっていう状況にしています。でただやっぱ最初来てからは、ミミズ意外と、ミミズなんですけどセンシティブな生き物なんですね。でこう自分たちの住む場所環境に慣れるまで結構時間かかるので、最初の1週間は、餌を多分あげない方がよくって、で私もこう餌をあげちゃったんですけど、全然食べてくれなくて1週間ぐらいは結構もう何も動きがなかったんですけど、やっぱりあと、今ずっと冬で冬の間っていうのはこう気温が低くってミミズもあんまりこう活動したがらない時期なので、そういうのもあって最初はあんまりこう動きがなかったんですけど、1週間とか1週間半とか経ってで結構餌をもりもりと食べるようになってきたので、最初はちょっと辛抱強く待っていただければなと思います。ミミズって多分こう普通にシティに住んでいて接することがない生き物だと思うので、見た目も結構なんていうんですか、気持ち悪いですよね、正直。なので私も最初はいろいろこうリサーチしてる段階で YouTube の動画とかでミミズコンポストやってる人が素手でこうミミズを紹介したりとかしていて、もう絶対素手で触るとかできないしって思ってたんですけど、やっぱり生き物なので飼っていて育てていると不思議とねやっぱ愛着が湧いてくるんですよね。なので、最初はもうなんか恐る恐るというか、なんかこうミミズの姿を見るとうわっみたいな感じのところがあったんですけど、今はもう全然なんか、親しい感じなんですかね。なんか愛情がすごいあるので大事に大事に育ててるっていう感じです。で特に欧米の、動画とか見てると結構皆さん室外で飼われてるミミズコンポストされてる方が多いので、室内ではできないんじゃないかっていう風に思われがちだと思うんですけど、逆に多分室内の方がよくって、なんでかっていうとミミズのミミズに適した温度っていうのがやっぱり私たち人間が快適に感じるような温度と同じなんですね。なので、外だと冬だったら寒すぎるし、夏だったら暑すぎるしっていう感じなので、人が住んでいる中の環境の方が多分ミミズにとっては適していると思います。最初はあんまりこう光の当たらない部屋があるのでそちらに置いていたんですね。ただそっちだとちょっとやっぱり寒すぎる、気温が低いっていうのがあったので、リビングというか、スタジオの方に移して一角にこう置いてるんですけど、そうするとやっぱり温度がやっぱ彼らにとっても快適みたいなので、アクティブに活動してくれるようになりましたし、そんなにこう、見えないところに追いやらないようにして本当ペットとして扱っていただければなと思います。匂いがするんじゃないかなっていうところがあると思うんですけど、匂いはね本当にしないですね。やっぱその生ゴミを入れてるんで、その生ゴミが腐ったような匂いとか何ですかね、ミミズの匂いわかんないですけど、なんかするんじゃないかみたいな思われると思うんですけど、ほんと全然なんか全然普通に蓋が閉まってる状態だと無臭ですし、蓋を開けて餌をあげる時とかは全然その
生ゴミの匂いはまず全然しないです。で、何の匂いがするかっていうと、やっぱりこう結構湿気モイスチャーがあるので、なんていうんですかね、雨の日の土みたいな匂い香りはします。ただ、それもこう相当顔を近づけてっていう感じなので、匂いは全然気にしなくて大丈夫だと思います。害虫、ハエとか G がつく虫とか、そういう虫とかが寄ってくるんじゃないかっていうのも結構最初心配してたんですけど、それも本当全くなくって、で一つのポイントとしては、餌を、くず野菜をあげて、でそのままの状態だと多分匂いとかがしてそういう虫が寄ってきちゃうっていうのはあるかもしれないんですけど、ちゃんと、シュレッダーにかけた紙とか、あと私の場合その麻の、袋みたいなものとかをかぶせておけば、全然そういう様子は今のところないので大丈夫だと思います。あと結構最初心配してたのはやっぱり脱走、ミミズが、私が読んでたブログとかだと、もうミミズが超脱走しまくって大変みたいなブログが結構あったので、なんか脱走してなんかそれを捕まえるとか超大変そうだなと思ってたんですけど、脱走はとりあえずないですね。っていうのは空気穴開けてるんですけど、その空気穴もキリで開けてて結構小さいので、そこからこう出るっていうのが物理的にまず無理ですし、基本的にその脱走したがるっていうのは自分たちの住んでる環境が気に入らない、なんか逃げ出したいから脱走しようとしちゃうっていうことなので、やっぱりその住んでる環境をきちんと整えてあげるっていうのと、住んでる環境をきちんと整えてあげるっていうのは、餌をまずあげすぎないことで、餌のちょっとさっき餌の量についてお話しするの忘れちゃったんですけど、一応そのミミズの体重の半分を1日に消費できると言われています。ただそれは本当に多分何ですかね、超アクティブに活動してて、で暖かくて元気な時にフルパワーでマックスで消費できる量だと思うので、それを考えながらもうボン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 毎日くず野菜をあげちゃうと、やっぱ彼らも疲れちゃうというか、餌のあげすぎでダメになっちゃうってこと結構あると思うので、様子を見ながらあげることがすごい重要ですし、あと私は熊太郎ボックス2箱から始めたんですけど、で最初多分 150g ぐらいのミミズですかね。だからあんまり量としてはたくさんいなくって、でただ最初から大量にミミズを買ってきてボーンってこう投入しちゃうと、やっぱり彼らも新しい環境に慣れるので精一杯なところに住居人がめちゃくちゃ多いと、やっぱすごいストレスになるんじゃないかなと思うので、やっぱりその生き物として優しく扱うっていうことが多分重要で、彼らが心地よく生活できるようにっていうのを考えながらやってあげると、脱走したがるってことはほとんどないんじゃないかなと思うんですよね。で、私の場合も最初はなんか1匹とか2匹とか、最初の本当数日間とかですよね。蓋を開けるとこう蓋の裏とか壁とかに貼りついてたりとかしたんですけど、もうそれも今全くないですし、みんなその土の中で楽しそうに動き回ってるので、多分ちゃんと住む環境を整えてあげれば脱走はあんまり心配しなくて大丈夫だと思います。で最初その熊太郎2箱
から始めたっていうふうに言ったんですけど、でどんどん増えるらしいんですね。でただまあ1ヶ月経ちますけど、増えてるのかな、ちょっとわからないんですよね。なんかまあ小さなベイビーミミズがいたりとかしたら、あ、増えてるんだって多分わかると思うんですけど、まああんまり発見できてないので、増えてるかどうかちょっとわからないんですけど、だいぶ増えるようです。どんどん。なので増えてきたら、まあ、新しくボックスを用意してあげるか、まあもしミミズコンポストに興味がある人がいたら、まあ、プレゼントしてあげるとか、そういった形で、あんまりこう人口密度というかミミズ密度が高すぎないように環境を整えてあげるということが重要になってきます。で私もまだミミズが来てから1ヶ月なので、もちろん堆肥とか収穫できてないですし、どれくらいで収穫できるのか正直わからないんですけど、ただまあネット情報によれば、まあ、60日とか約2ヶ月とか3ヶ月とかで堆肥が収穫できるようになってくるらしいので、私はまあ夏が始まる前に野菜作りとか始めたいなと思っているので、ちょうどまあタイミングもいいかなと思っていて、でそうですね、できた堆肥とかはそちらに回そうと思ってます。でただやっぱり堆肥できちゃっても家庭菜園とかしない方とかどうするのっていうのはあると思うので、まあなんですかね、メルカリとかで売るわかんないですけど、まあ多分欲しい人は絶対いると思うので、友達の中でそういう家庭菜園とかしてる人がいるか、ちょっと聞いてみるとか、なんかできると思います多分。なのであんまりその堆肥できちゃってどうしようみたいな、それは気にしないでいいかなと思います。今の状況ですね。で、まあ、この動画の冒頭で画面の中にミミズがこう踊るような映像はありませんよって言ったんですけど、まあ、とはいえやっぱりちょっとミミズがどんな姿なのかとか興味ある方もいるかもしれないので、ちょっとこれからミミズを少しだけお見せしたいと思うので、もうちょっとミミズとかマジ苦手っていう方は見ないように音声だけ聞いていただければなと思います。この辺に餌スポットが一つあって、今全然まだ消費されていないのでそのままにしておきたいんですけど、さっき増えてるかどうかちょっとよくわからないっていう話はしたんですけど、見た目ですね、やっぱすごいこう丸々と太っていて、で動きもすごい俊敏になっていて、光がちょっと当たるとピャッてこう土の中に潜っちゃったりとかして、で明らかにまあすごい元気に育ってきてくれてるなっていう感じなので、まあ繁殖まだしてないとしても繁殖してくれる日も近いんじゃないかなと勝手に思ってます。なんか本当にちょっとみんな隠れちゃって、あ、いた。ごめん。こんな感じの、そう結構なんか短いんですよね、思ったより。まあ、こういう感じの子がたくさんいます、この中に。ごめんね。はい、戻しましょう。なので生ゴミの量はほんとすごい削減できていて、東京にお住まいの方だったらわかると思うんですけど、燃えるゴミって週に2回ありますよね。でその1回分の量が、生ゴミの量がこんな感じ
でもうゴミ袋が大きすぎるので、こういうなんていうんですかね、野菜とかが入ってたプラスチックの袋を最近ゴミ袋として使っていて、もうそれでも十分なくらいしか生ゴミが出ないようになりました。こんな感じでミミズをスタジオで飼っているんですけど、ちょっと自分も始めてみたいけど、もうちょっと詳しく教えてとか、興味はあるけどここが心配とか、いろいろわからないこと、質問とかあると思うので、できる範囲で、私も始めたばかりなので全部お答えできるかわからないんですけど、もし知りたいこととかあれば下の、コメント欄でご質問をいただければと思います。で、最近 TBL の動画を見てくださる方が本当にすごい増えていて、どうもありがとうございます。で、なんとチャンネル登録者数も6000人ですかね、6000人以上とかになって、もう本当に何が起こってるのっていう感じで、とても嬉しいことなんですけど、はい、これからも、こういうエコ生活だったりとか、ビーガンクッキングとかヨガとか、いろんな皆さんに興味を持っていただけるような内容で動画を作っていきたいと思いますので、もしチャンネル登録まだっていう方がいらっしゃったら、チャンネル登録ぜひしていただければと思いますし、あと動画気に入ってくださったらいいねボタンもしていただければと思います。あとインスタの方も結構地味に頑張っていて、写真を毎日アップしてるようにしてるので、このミミズのこともインスタのストーリーではちらっとご紹介してたので、多分ミミズコンポストのことを知ってる方は、ミミズコンポストやってるみたいな、知っていてくれたと思うんですけど、そういう最新情報的なのもインスタの方でシェアしているので、そちらもぜひフォローいただければと思います。それでは来週また水曜日にお会いしましょう。See you next time!